東京世田谷区にある世田谷文学館。ここは地域の人々が文学を体験できる空間として設立されたミュージアムです。近年は文学や小説家のほか漫画を取り上げる企画展が増えています。この日行われていたのは漫画家谷口ジローの回顧展。1970年代から活躍した谷口は主に大人向けの漫画を描きました。文豪夏目漱石を中心とした明治時代の文学界を描いた作品や、テレビドラマ化もされた料理がテーマのグルメ漫画など数多くの作品を手掛けました。谷口の作品は多くの言語で翻訳版が出版されています。フランスの芸術勲章を受賞するなど海外でも高い評価を受けています。かつては漫画がミュージアムで展示されることなど想像もつかないことでした。漫画の企画展がミュージアムで開催されるようになった経緯について、漫画、アニメ、ゲームの研究者である森川さんに聞きました。いくつかの要因が複合していると思います。まず新聞の政治欄に載るような風刺漫画は別なんですけれども、このような雑誌に連載されて物語を展開するタイプの漫画は、かつては日本でももっぱら子ども向けの低俗なものと見なされていたわけです。それが60年代末頃の反体制的なムードの中で大学生が漫画雑誌を公然と読むようになった。その彼らが年を重ねるに従って漫画の読み手が社会の上の方の世代まで広がっていったわけですね。それから1989年に日本の漫画にイノベーションを起こしてきた手塚治虫という漫画家が亡くなったこと、この手塚治虫の回顧展が開催されて、そこから少しずつ漫画展が美術館や博物館で開催されるようになりました。もう一つ大きな要因になったのは、日本の漫画やアニメが国際的な人気を博すようになって、宮崎駿の作品がアカデミー賞を取ったりして、その評価が逆輸入されるようになったということですね。このあたりは江戸時代の浮世絵がもともと極めて日常的で大衆的なものであったわけですけれども、ヨーロッパに渡って美術的な評価を受けるようになって、国内でも美術品扱いを受けるようになった流れと少し似たところがあります。東京文京区の弥生美術館では少女漫画家倉持房子のデビュー50周年を記念する展覧会が開催されました。デビューは1972年。主にどこにでもいる普通の少女を主人公に多感で繊細な心の動きを情感豊かに描きました。カラーイラストではさまざまな画材を試し理想の色を追求しました。印刷では再現できない鮮やかな色使いは原画に接することでしか味わえない体験です。東京を代表する高層ビルの一つ、その52階にある展望台のアートギャラリー空間で開かれたのは梅津和夫の新作展です。1955年にデビューした彼はホラー漫画やギャグ漫画など多くのヒット作を生み出しています。梅津和夫は当然その日本の漫画界では巨匠ですしレジェンド的な
そういう存在でいらっしゃって、一漫画家としてではなくて偉大な芸術家として、梅津和夫を見せたいっていうところから始まった展覧会です。代表作の一つ「私は慎吾」の続編として制作された101点の連作絵画。27年ぶりの新作です。一枚一枚に文章が添えられ、101枚で一つの物語が紡がれています。2018年に梅津さんがフランスのアングレーム賞という、フランスのカンヌ映画祭のような権威のあるその賞を受けられて、非常に触発をされて、で新作を描きたいっていうことでスタートしました。非常にビビッドで、絵画だからこそ出せる色彩であるとか、その一枚一枚違うタッチで描かれていて、でそういったものを見るのもすごくやっぱり刺激的で、絵画作品として見れるものになっていたと思います。日本にはさまざまな特徴を持った漫画専門のミュージアムがあります。閉校になった小学校の校舎を利用した京都国際漫画ミュージアム。およそ30万点の漫画資料を収蔵しており、そのうちのおよそ5万冊が自由に読めるように配下されています。このミュージアムは京都精華大学が主体となって開館・運営をしています。もともとはですね、京都精華大学がですね、2000年に漫画学科というのを作りました。で、大学で扱うということで、書くだけじゃなくて研究するためにはいろんな先人の方々のですね、作品とか、研究評論というものをきちんと辿っていく必要がありますので、そのための資料収集をきちんとやりたいというところから始まったんですね。京都市の方およびその地元の皆さんからこの学校をお借りするにあたって子どもたちが帰ってきて喜べる場所にしてほしいということがあったので、博物館的な部分と見て楽しんでもらえる美術館的な部分を合わせて京都国際漫画ミュージアムという方に仕立てることになりました。館内に入るとまず海外の漫画が、日本の漫画の翻訳版や海外のオリジナルの漫画が並んでいます。こちらは漫画工房。プロとして活躍している漫画家が実演をしています。廊下にも漫画がたくさん。回によって少年向け、少女向け、青年向けに分かれています。吹き抜けには手塚治虫の代表作「火の鳥」の巨大オブジェ。かつての小学校の講堂は常設展示会場になりました。ここでは漫画の歴史や制作の過程などを解説しています。そして棚の上部にはその時代の読者たちをワクワクさせた昔の漫画雑誌が並んでいます。漫画の資料を集める上で一番大変なのは、大体皆さんも捨ててしまったものを集め直すという作業になりますので、一般的な古本屋さんの方にお願いして、収集することもあれば、本当にたまに出たコレクションをですね見つけて送ってくれたり、私たちが探したりということもありますので、そうやって捨てられたものが集まってきて体系化されてきたと。海外の方がお越しになるときにこんなに漫画があるんだということ自体にまず驚かれると。子どもから大人までですね網羅的に今漫画っていうのは出てますので、その現実を圧縮する形でこのミュージアムで体感できるので、そこに非常に驚かれる方が多いですね。雪深い北国
秋田。横手市増田漫画美術館は1995年にオープンしました。初代名誉館長は釣りの天才少年が主人公の漫画「釣り吉三平」の作者矢口隆夫です。矢口先生についてはこの増田町出身ということで、ここで高校生までですかね、過ごされたという形になりますね。構想段階では、矢口隆夫記念館という構想もあったんですけれども、矢口先生の方から、個人の記念館もいいけれども漫画の原画を展示することがこれから漫画家を目指す子どもたちとか若者に一番の勉強になるから、原画を飾る美術館を作ろうじゃないかと。巨大なブナの木を中央に据えた常設展示室。開館当初から常設で74名、定期的な入れ替えを含むと100名を超える漫画家の原画が展示されています。ここは漫画の蔵展示室。2019年のリニューアルに際し、原画を保存・アーカイブする部屋として作られました。漫画の原稿というのは作家さん個人の所有物であり、たくさんの枚数があるということで、通常の美術品のような保存っていうのは簡単に取り組めなかったと。そんな中で、25年前から原画にこだわった展示をしてきたっていうことと、たくさんの作家さんとお付き合いがあったっていう、そういったこの館の特徴を生かしてですね、原画保存に取り組めたという、そんな感じになってますね。アーカイブルームでは預かった原画の状態を一枚一枚データとして残しています。使われている画材や汚れ、シワなどの情報を細かく記録していきます。この原画には別の紙に描いた絵をテープで貼り合わせた跡があります。原画には出版物ではわからない作家の格闘の跡が記されています。漫画っていうのはすごく皆さんの生活の中に身近にあるもので、なかなか大切さみたいなものに気づくっていうのは難しいことだと思うんですけど、一つの日本人が作り上げてきた文化っていうふうに考えた時に、原画を通してその文化を守っていく、そういう役割をこういった田舎の小さな町でも取り組めるんだっていうことを皆さんに理解していただきたいなと、そういう思いで運営してますね。東京千代田区。ここは明治大学が運営する漫画専門の図書館です。国内にあった2つの大規模コレクションを引き継ぎ、現在は40万冊以上の漫画資料を所蔵しています。将来はアニメやゲームを含めた横断的なアーカイブの構築が構想されています。うちの明治大学の場合は国際日本学部という学部の中で日本の漫画やアニメ、ゲームに関する教育研究を行っています。その一環としてこの漫画図書館を設けてアーカイブの整備を進めています。一つには日本の漫画やアニメがさまざまな国々で親しまれるようになっている。だから海外で日本という国や日本の人々や文化に関するイメージの形成に相当預かっているわけですね。そのイメージを把握しようとすると、そのイメージソースである漫画やアニメを見る必要があるわけです。もう一つは日本の漫画が日本の人々の価値観とか生活の変化とかを性別や年代ごとに細やかに映し出す
類まれな記録にも、なっているわけです。例えば1960年代の少女が何に憧れていたのか、同年代の少年とは何が違っていたのか、あるいはさらにその10年後の70年代の少女とは見えている世界がどのように違っていたのか、さらにはその少女が80年代になって女性として家庭を持つようになった時にどのようなライフスタイルを志向するようになったのか、そのような戦後から現代に至る日本の人々の変化に関する肥沃な研究材料の採掘源になるわけですね。